部長です。紬だよ。今回で最後になると思うけど、バーニー・グッドウィン記念動物園のゴールド目標達成を目指すよ。長かったな。そうだね。でもまだ目標を達成してないから。そうだな。まずは目標確認だな。動物経営目標と来園者、評判は大丈夫だと思う。残りの動物ごとを5つ星評価だな。今までやってこなかった餌のグレードなんかもちゃんと対応しないとまずいんだよね、きっと。そうだろうな。まずは入り口の近くに受け入れ用のエリアを作ろう。もうここは受け入れ動物を決めてるんだ。何を入れる予定だ？レッサーパンダ。保護クレジットが必要だから時間がかかりそうだな。動物を育てて野生に戻しながらじっくりやるよ。それぐらいの気持ちでいた方がいいな。最後だし入れたい動物を入れるよ。ほんと今回は時間がかかりそうだから、先に受け入れエリアをどんどん作っていこう。こっちは入れる動物を決めているのか。そうだね。大きいエリアにできないから、ライオンかトラ、チーターあたりを考えてる。すでに歩道で大きさを切ってしまっているからな。もう先にアウトラインを決めちゃったので。よく見たら金網フェンスになっているな。肉食獣を入れる予定だからね。あとは必要に応じてマジックミランにもするつもり。もうそろそろ新しい動物を受け入れていこう。さっき言っていた動物は受け入れられそうか。どうだろう。保護クレジットがないから無理っぽい。ダチョウだったら複数エリアに入れられそう。今回はダチョウを入れておこう。新しいエリアへの受け入れはお預けだな。左上のエリアに飼育エリアは作ったから、勤務エリアもあらかじめ設定しておこう。気が早いな。裏でショップなんかも準備してたから、設定しておいて損はないと思う。ちなみにエリア名は北西エリア。そのまんまだな。最初に言っていた通りに作っているだけだよ。そうなんだけどな。今はスタッフを配置しない方向で。動物園も大きくなったし、警備員も一人しかいないから、監視カメラを設置して犯罪をカバーしようと思う。そういえばエマが妨害工作がとか言っていたな。実際のところあまり気にならないけどね。動物園の評判にも関わってきそうだし、できることはやっておいた方がいいね。資金にも余裕がかなりできてきたしな。今までだと目標にあったからやってたけど、自分の意思でやるのは初めてだね。それも悪くはないだろう。フォントレベルアップしたな。もう一つエリアを作っておこう。もう準備の方を進める感じだな。動物の受け入れまですることがないしね。保護クレジットがメインの動物を受け入れる予定だとな。本当キャリアの最後だしね。やりたいようにやるべきかなって思って。スプリングボックが死んでしまったぞ。老衰だね。天寿を全うできたからいいと思う。以前は脱水症状が死因だったりしたからな。もうそんなことはしないよ。一旦代わりの子を入れて繁殖に励んでもらうよ。スペフェンスの続きをやらないと。フェンスはこれで OK。 北西エリアにスタッフの施設も準備しておこう。まだ動物も入っていないのにか。余裕があるうちに準備しちゃうよ。財務的にも問題ないし。それもありだな。以前だとすぐ金欠になっていたイメージがあるが。保護クレジットも少しは溜まったので受け入れを開始。ちょうどチーターが入れられるので入れておこう。1頭だけなら可能だな。まずは1頭を受け入れて、クレジットが溜まったらつがいになるようにしようっと。南西のエリアも作っていこう。こっちには獣医外科を建てる予定。これで北東と南西で2カ所の病院ができたことになる。動物が病気や怪我になった時に受け入れる場所が複数あるのはいいな。実際どれくらい効果があるかわかんないけど、やっておいて損はないと思って。あとはスタッフルームと飼育小屋だね。これで園内全体のスタッフ施設は完成だな。そうだね。南西エリアのスタッフ施設を準備したので受け入れエリアも作っておこう。動物の受け入れは進まないんだな。クレジットがたまらないからしょうがないね。亀のエリアに隣接させるのか。実際に何を受け入れるかは決めてないけど、比較的大きめに作っておきたかったので。これでもそんなに大きなエリアにならないので、新民狼なんかは無理だろうな。最後の飼育エリアを作っていくよ。
もう空きスペースはないからな。これで終わりだけど、目標の20種類の動物を受け入れるだけのエリアは確保できたから。結局余るようだな。今までがケチケチしすぎた気もするけど。失敗したくないとどうしてもそうなるな。そうなんだよね。大枠はこれで。未完成状態だな。フェンスが切れてるね。ゲートを移動させて。フェンスを敷き直し。飼育エリアも完成したし、最後の勤務エリアを設定しておこう。南西エリアだな。そうだね。これで全ての勤務エリアが設定されたな。ここではこれ以上拡大できないしね。何か目標を達成したようだな。来園者の目標だね。残りは3つだな。まだまだ時間はかかりそうな目標ばっかり。気長にやるしかないな。エリアも確定したから、監視カメラも全体的に配置しておこう。これで犯罪が減らせそうだな。警備員1人だけしかいないしね。現実ではありえないな。何か受け入れられないかな。トカゲがギリギリ入れられそうだな。じゃあトカゲを入れておこう。動物の受け入れ目標ももう少しだな。動物もお客さんも増えてきたから、最後にスタッフを充実させるよ。目安として飼育員は各エリアに2人ずつになるように、整備士、指導員、清掃員は各エリアに1人ずつ、その上で勤務エリアを設定しない人を1人ずつは確保。なかなか理想的だな。あと販売員はショップごとにしかいないから、増員しとかないと休めないしね。ブラックな環境は良くないし。保護クレジットもそこそこ溜まったし、虎が受け入れられそう。300もあればいけそうだな。一応ズペディアでチェック。これぐらいのエリアなら準備されているんじゃないか。大丈夫そう。ここに入れるんだな。そうだね。では受け入れ開始。虎が飼育エリアに入ったね。同時に目標達成だな。他の動物のエリアも充実させていたからね。各動物の順応度も大丈夫なようだな。ここまで来たら動物園評価も上げてしまおう。マーケティングか。そうだね。今までマーケティングがゼロ評価だったから、これで評判も一気に上がるはず。そして目標達成だな。あとは5つ星動物の実だね。ここからどうなるだろうな。動物の研究も進めているから、気長にやっていくよ。ようやくレッサーパンダを受け入れる時が来たよ。なかなかマーケットに上がってこなかったからな。そうなんだよね。今回ようやく上がってきたから、受け入れておこうと思う。目標達成済みだから、完全に趣味だな。それも醍醐味じゃない？休暇後、私は動物園建設ビジネスに戻るつもりだった。でもエマがうまくやっているのを見ていると、引退してもいいのではとも思うんだ。いや今はまだその時じゃないかなおめでとう。君が優秀なのは知っていたが、まさかここまで優秀だとは。やった！州政府が介入して彼の動物園を閉鎖したって。動物たちは全て私が訴えた通りの場所に保護される。もうミスター・マイヤーズに苦しめられることはないわ。それに詳しい状況がもうニュースで広まってる。発覚した違反行為の数を考えると、あの男に動物園を作らせようと考える人はもういないはずよ。どこを探してもね。彼の評判は地に落ちたわ。終わったなんて信じられない。私はいつも父より少し対極的な考え方をしていたわ。個々の動物たちよりも地球全体を救うことを重視していた。でも今回の経験を通して両方をバランスよく行う必要性に気づいた。一つ確実に言えるのは、
この仕事には終わりがないってこと。ミスター・マイヤーズは排除できたけど、まだまだやることは盛りだくさんよ。そして一緒にやる相手はあなたしかいないわ。どうにか終わったね。そうだな。なんかエンディングが流れると思ってたけど、そうじゃないんだね。ここは肩透かしだな。一応動物園の全体を見せておくね。向きは変えた方がいいな。これで東西南北が一致するね。と、こんな感じ。結局使わなかったエリアもあるな。結果的にね。でもこれはこれで良かったんだと思う。あと他の動物園の状態も見せるね。動物園の評価。始めた頃と比較するとすごい成長だな。グラフは特に言うことはないね。来園者はずっと喉が渇いているし、幸福度は高いからいいんじゃないか。犯罪は一気に減った気がする。監視カメラの効果だな。財務面。これまでの動物園に比べて極端にいいわけではないが、安定はしてそうだな。一番苦労した点だからね。寄付も動物別に見ると人気の有無が分かりやすいね。今まで落ち着いて見てこなかった点だからな。ブロンクホーンとアメリカバイソンがゼロなのは悲しい。そういえばローンは返し終わっていたんだな。私も気づかなかった。スピーカーはほとんど設置してないな。どうしても他の動物とかぶっちゃうしね。基本は教育用スタンドだよ。後監視カメラはこんな感じ。カメラモードがあるって今初めて知った。マニュアルも読まずに進めているからな。死んじゃった動物の一覧も初めて見た。こうやって見ると老衰でしか死亡していないので、うまくやれたと言えるだろう。そうだね。教育の部分も初めて見るね。今更だけど動物トークって何だろうって思う。後で調べてみるしかないな。研究した結果はこれらかな。そこそこ研究してきたな。5つ星動物のためだね。午後のところのコンテンツもいつできたんだろう。これも全く意識していなかったところだな。まだまだ知らないことがたくさんあるね。それだけ奥が深いということだろう。落ち着いてやるのもありだよね。心配しなくてもサンドボックスやフランチャイズがあるぞ。時間があればやるかな。施設はこんな感じ。施設というよりショップの状況だね。これを見ながら増やす、減らすを考えるべきだったな。結果論だけどそうだね。スタッフ施設もこんな感じ。こっちはあまり言うことないかな。最後にインフラ。大きくないからこれだけで済んだって感じだな。そうだね。さて、最後まで見てくれてありがとう。これで動物と動物園経営を学ぼうシリーズはおしまい。またの機会に会いましょう。